今日は自己紹介で趣味、好きなことについて話す時のフレーズについて勉強していきます。まずはこれまでの自己紹介を確認しましょう。梅田浩平と申します。愛知県出身です。年は28歳で、誕生日は8月1日です。インドネシアで日本語教師として働いています。3人家族で、父と母と私です。ここまで勉強しましたね。もう一度勉強したいという人は前の動画もチェックしてください。今日はその後に趣味とか自分の好きなことについて話す練習をしましょう。たくさんフレーズがあるので、今日のビデオを見て自己紹介、面接の練習をしていってください。先に今日のフレーズをお伝えします。日本の音楽が好きです。日本の音楽が好きです。趣味は日本の音楽を聴くことです。趣味は日本の音楽を聴くことです。よく日本の音楽を聴きます。よく日本の音楽を聴きます。今日はこの3つのフレーズを勉強して自己紹介や日常生活で趣味や好きなことについて話せるようになります。日本の音楽が好きです。好きなものや好きなことについて話す一番簡単な文法です。文法は名詞プラス好きですですね。簡単です。名詞を使うんですが、動詞を使いたい場合、その場合は音楽を聴くことが好きです。音楽を聴くのが好きですと言いましょう。聴くことが好きですは N5、聴くのが好きですは N4 の文法です。音楽を聴くことが好きですの方がフォーマルな表現です。意味は一緒なんですが、フォーマルな場面では聴くことが好きです。友達と話すときは音楽を聴くのが好きなんだという感じで普通形を使いながら話すと柔らかくていいと思います。音楽を聴く以外にもたくさんありますよね。本を読む、コーヒーを飲む、旅行をする、たくさんあると思います。自分の趣味、好きなことを言葉だけ変えて練習してみてください。もう少し情報を与えたい場合はこういった表現もあります。日本の音楽が好きです。特にアニメの歌が好きです。日本の音楽が好きです。特にアニメの歌が好きです。特にという言葉ですね。これも N4 かな。N4 のフレーズだと思います。広いジャンルがあって、その中でも他より好きなもの、他より何々ですと言いたい時に使う文法です。特にアニメの音楽が好きです。例えば、日本の食べ物が好きです。特に寿司が好きです。日本のアニメが好きです。特にナルトが好きです。このように、まず何が好きかを伝えて、全部好きなんだけど、一番好きなのはこれですと伝えることで、その人の人間性だったり、性格だったり、いろんな情報を伝えることができるので、ぜひ覚えていってください。これは面接でも日常生活でもフォーマル、カジュアル関係なく使うことができる言葉です。趣味は日本の音楽を聴くことです。趣味は日本の音楽を聴くことです。このフレーズは面接でよく使われるものです。趣味は何々です。さっきのフレーズと同じで名詞を使います。動詞を使いたい場合は聞くことのようにことを使いましょう。のがは使うことができません。趣味は音楽を聴きますという人をよく見るんですが、これは文法が合っていません。意味はわかるけどね。趣味はと言っているので、イコールになる言葉を最後に入れなければならないですね。最後は動詞ではなく名詞でなければなりません。気をつけてください。趣味は音楽を聴きますと聞くと、趣味っていう人がいて、その人が音楽を聴くのかなと思ってしまいます。よくわからない文章になってしまうので、これは気をつけてください。さっきも言いましたが、このフレーズは面接で使うことが多いです。日常生活で使うこともありますが、相手が年上だったり少し丁寧な会話がしたい時ですね。面接の準備をする人は必ず覚えましょう。これができるかどうかで面接の印象は大きく変わります。特に先生をしているので、その文法を間違えるとこの先の勉強も大変だなと思ってしまいます。最初の文法が本当に大切なので頑張って覚えてください。よく日本の音楽を聴きます。よく日本の音楽を聴きます。これは最初の好きです
と同じような意味のフレーズです。よくすることを説明するものなので、趣味というよりは最近好きなことのイメージですね。具体的な話をすることができる文法なので、例えば趣味は日本の音楽を聴くことです。よくAdoの歌を聴きます。趣味は日本の音楽を聴くことです。よくAdoの歌を聴きます。このように趣味を最初に言う、好きなことを最初に言って、その後具体的に最近何をしているかっていうところで、よく何々をします。よく何々をしていますという文法が使われます。こうすると情報が増えて、その後の質問とかその後の会話、これがすごく楽しくなっていろんなトピックが出てくるので、おすすめのフレーズです。これも覚えてください。ということで今日勉強したフレーズを練習しましょう。日本の音楽が好きです。日本の音楽が好きです。趣味は日本の音楽を聴くことです。趣味は日本の音楽を聴くことです。日本の音楽が好きです。特にアニメの歌が好きです。日本の音楽が好きです。特にアニメの歌が好きです。趣味は日本の音楽を聴くことです。よくAdoの歌を聴きます。趣味は日本の音楽を聴くことです。よくAdoの歌を聴きます。いろいろ組み合わせることができます。また今日は例として日本の音楽を使いましたが、料理でも読書でも映画でもスポーツでも何でも大丈夫です。いろいろな文章を組み合わせて自分だけの自己紹介を作って練習してみてください。コメントで書いてくれるとチェックができるので嬉しいです。次の自己紹介のビデオが最後になります。最後は上級編で自己 PR についての動画です。簡単な自己紹介は今日までの動画で全て勉強しました。まずは今日までの動画を全部見て、しっかりとした自己紹介を作ってください。何か心配な点、確認してほしいところがあればコメント欄、あとインスタグラムとかでも送ってくれると私がチェックします。他の日本語の動画もあるのでそちらも見てください。もしこの動画が役に立ったと思っていただけたら、いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。また友達へのシェアもお願いします。字幕で日本語、インドネシア語、英語をつけてみることができます。わからない言葉があったり、会話の練習がしたい人はぜひ字幕をつけてもう一度見てください。また、もっと勉強したいという人はパトレオンの方にも来てください。この動画のスクリプトをダウンロードすることもできます。パトレオン参加してくれた人には他にもいろいろなものを用意しています。ぜひ私と一緒に日本語を勉強していきましょう。ということで今日も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。